こんにちは、なすいです。今月も買いすぎました。5月の大量購入品紹介をしようと思って。で、今回は多分20点以上あるのかな。後半にはちょっとファッションとはまた別のライフスタイルというか、あんまり関係ないようなものは後半側に置いとくので、じゃあ早速いきます。はい、一つ目はこちらです。でれん。MPA プラスチックプロジェクトっていう韓国のブランドです。一見ただの普通の黒デニムなんだけど、多分実際に触ってみないと分かんないんだけど、デニムが2層になっててというか、ちょっと内側見たら分かるかな。膝とかにこのポケットのような部分がついてて、それがこっちは後ろ側なんですけど、ここと前のここと裏表左右上下あって、まず4つあるんですけど、でここの後ろにもポケットがあって、でここにも普通のポケットがあって、で前にも普通のポケットがあるんですけど、プラスでここの腰の部分にもこのジップがついてて、でちゃんと YKK のジップですごい滑らかなんだけど、めちゃめちゃポケットが多いデニムパンツで、形としてはすごいストレートの綺麗なデニムパンツなんだけど、ちょっと粗めのデニムって感じでめちゃめちゃかっこいい。今月の最初ぐらいに新宿御苑でゆっくりする動画とかでも履いてるので、動画挟んでおきます。こんな感じの、めっちゃかっこいいんだよね、本当に。しかも意外とここのポケット便利で、自転車乗ってる時とか段差でカーンって小さい段差に入ると AirPods Pro とか AirPods ってさ、パカって勝手に開いて飛んでっちゃうことあるじゃん。だから最近このパンツ開いた時はここに入れたりとか、バッグにも入れたりするし、このデニムはね、バッグ持ち歩きたくない人はめちゃめちゃおすすめ、本当に。でもちょっとさすがに今春だからまだ履けるけど、真夏はちょっと暑すぎるかも。だから秋冬春限定だと思う。これ夏履いたら多分死ぬほど暑い。多分生地の面積的にはこういっぱいポケットがあって、でなおかつ内側にもここあるから、多分普通のデニムパンツの 1.5 倍から2倍ぐらいの生地があって、でしっかり分厚いデニムなのでちゃんと重たいし、真夏はめちゃめちゃ暑いと思うけど、本当にかっこいいブランドなのでおすすめです。で、はい、2つ目なんですけど、2つ目はこちらです。プラスチックプロジェクトです。朝着てたから隣の部屋の椅子にかけてたんだけど、これはもう最近めちゃめちゃ、あんまり写真には載ってないけど、外に行くにはフーディー暑いけど、部屋なんか最近夜寒かったりとか、朝とかはちょっとまだ半袖だと早いぐらいなので、なんか梅雨前でまた急に寒くなってきてるので、最近ここ1週間ぐらいはめちゃめちゃ使ってます。で、こんな感じのちょっと黄緑みたいなフーディーなんですけど、ここにフィンガーホールがあって大好きな人は多いと思うから紹介しとく。で、一応ジップ、こっちも YKK でダブルジップになってます。ここが、結構ね、色味がね、真緑ってよりかはどちらかというとちょっと黄緑ほどいかない、黄緑と緑の中間ぐらいのいい感じの色ですね。真緑が今のこの葉っぱとしたらこんな感じの違いかな。ということで、こんな感じのプラスチックプロジェクトのフーディーです。で、これね、結構フードのボリュームがあって、結構大きめのフードなので、被った時とか、ここまでいきます。だから結構ね、フードを被りたい時ってさ、大体あんまり顔見られたくない時とか、女性だったらコンビニ行く時とかすっぴんだったりとか、帽子の代わりにもなるから、すごいいい。こんぐらいのフードの分厚さってめっちゃいいよね。っていう2個連続の韓国のプラスチックプロジェクトっていうブランドでした。ちょっと今お昼だから暑いから脱ぐわ。そして次は3つ目ですね。3つ目がこちらです。てれん。はい、来ました。MM6 のレザーブーツです。めちゃくちゃかっこいい。このブーツはアーカイブストックさんっていうブランド古着とかの専門というか、ブランド古着とかに強いフリーマーケットのサイトがあるんですけど、そこで購入させていただきました。これね、初めて使ったんだけど、これ今はもう案件じゃないんだけど、そこは簡単に説明するとリンカンっていう全国に店舗がある古着とかハイファッションを扱ってるお店があるんだけど、そこと提携を組んでて、でリンカンが検査をして
で、それで正規品か正規品じゃないかっていう判断をしてくれるので、結構安心して購入できるサービスだと思います。これ本当にかっこいいのがさ、マルジェラのタグはついてないんだけどさ、この後ろのジップ、ゴリゴリのジップと、あとこのレザーの質感だよね。超高級感のあるレザーです、さすがの。で、ここもさ、ほんとレザーも超薄くてさ、旅ブーツ履いたことある人はわかると思うんだけど、僕も大学生の時持ってて、もう売っちゃったんだけど、もう懐かしいこのマルジェラの薄いこの革。本当に超かっこいいから、履いた感じとかをもう見た方が本当にわかるし、意外と履いてみると何センチくらい漏れるんだろう。パッと見そんななんだけど、ここに多分、1、2、3、4センチぐらいかな。前も2センチ、1.5 センチぐらい上がってるから、これ履いたらね、すごい身長が上がった感じがあって、めちゃめちゃなんかでかくなるんだよね。本当にテンションも上がるし、イベントとかちょっとかっこつけたい時は最近これめちゃめちゃ履いてます。でちょっと足疲れる、正直。久しぶりにブーツ履いたけど。でもやっぱブーツかっこいいなと思って、これからも夏はショーツとかと合わせてこいつ使っていきたいなと思ってるので、ショーツ1週間コーデとかも組もうと思ってるので、お楽しみに。はい、ということで次はこちらです。でれん。はい、コムデギャルソンオムのスラックスです。これもね、アーカイブストックさんで購入させていただいたんだけど、こんな感じ。細身のストレートのスラックスです。今っぽくないというか、昔の日本人がよく履いてたようなこのスラックスの柄がすごい今履くのめっちゃかっこいいだろうなと思って、夏はもうこういう白 T とかと合わせてみたいし、ちょっと最近クラシックな感じにハマってるから、キャスケットとプラス T シャツロールアップして、サスペンダーとこのクラシックなスラックスとさっきのブーツとかを合わせてコーデ組みたいなって思ってます。めっちゃかっこいいんじゃないかなと思って。金髪とかにしてそんなコーデしてみたいよな。こんな感じですね。ギャルソンのパンツは初めて買いましたね。スラックスはハーフパンツは持ってるんだけど、長ズボンを初めて買った。しかもハーフパンツの方はウィメンズのアイテムだから、メンズのコムデギャルソンのパンツ初めて購入しました。で次はこちらですね。ベレン EQL っていう、これは韓国のブランドです。5月の頭ぐらいに EQL が原宿でポップアップをしてて、でそのイベントに行ってきました。でその時にいただいたんですけど、結構ね夏っぽいこんな感じのストライプのシャツは持ってなかったので、めちゃめちゃ夏使いやすくていいです。最近江ノ島に行った Vlog を上げてるんだけど、そこでも着てるからチェックしてみてください。こんな感じのね、ちょっと大きめのストライプシャツです。めちゃめちゃ夏っぽいから、先月の購入品で紹介した木島隆之の麦わら帽子のキャップとかと合わせて使うのがすごい夏っぽく使えてめちゃくちゃいいです。こんな感じ。結構ね、最近なんかオーバーサイズの服は自分で持ってなかったから、久しぶりに着るとちょっと大きめのサイズ感で遊んで、僕は下ショーツとかを膝下の長さで履いて、ゆとりのあるコーデを久しぶりに組んだので良かったですね。で続きましては韓国、日本ときて中国です。はい。こちらは結構動画好評だったから知ってる人もいると思うけど、シンプルプロジェクトっていう中国のブランドですね。このジャケットね、もう暑いんだけど、5、6回ぐらい着たかな。ちゃんと春の涼しい着れそうな時期に。本当にめちゃくちゃかっこよくて、久しぶりに衝動買いという買い物をしましたね。こんな感じで。今のシャツとも合うけど、ちょっと動画も上がってるので気になった方はぜひチェックしてほしいんだけど、これはね、ハーフジップジャケットって言って、だいたいハーフジップってさ、ここから上のジップが印象的なのが多いんだけど、このシンプルプロジェクトっていうブランドは今までの、クラシックなデザインの中にちょっと遊び心のあるブランドで、めちゃくちゃね、今の僕のクラシックな気分の中に、なおかつ僕もこうやってなんか着崩したりとか、自分なりにいろんなジャンルのアイテムを集めてコーデを組んだりするのが好きなので、このブランドのデザインと、ブランドの美学とかがめちゃくちゃハマって購入しました。こういうね、ポケットのところとかがちょっともう
あんまりわかんないんだけど、よく見たら湾曲してたりとか、ジップもハーフジップって下側にあって、で上側がちょっとボタンでこのシャツっぽくなってたりとか、あと後ろにこのギャザーが入ってたりとか、詳しくはシンプルプロジェクトについて紹介してる動画があるので、ぜひそちらを見てください。ほんとかっこいいんだよ。で、今このジャケット着てちょっと匂いで思い出したんだけど、先にちょっとその匂いアイテムを紹介します。それがこちらですね。ドルセイっていう香水のブランドなんですけど、これは僕が持ってるのはトンカヒステリアっていう香水の匂いなんだけど、3つ種類があって、この香水をイベントに遊びに行った時にこのジャケット着てったんだけど、その時につけた匂いが未だに残ってて、この香水のすごいところって朝つけても夜まで長持ちするっていうところなんだけど、もう夜までどころか本当に次の日とかまで僕は残ってました。正直なんかお風呂で体洗った後も次の日ちょっとこの匂いに包まれてるなっていう感覚だったの、朝で。今このジャケット着たらまたこの香りを思い出したから、めちゃくちゃ香水の残り方じゃないんだけど、この匂い超持続性があるし、でもなんか持続性があるからといってめちゃくちゃ強くてきつい匂いってわけじゃなくて、なんか大人なかっこいい匂いなので、ちょっとお高いけど本気で今香水探してる方はぜひこれトンカヒステリア、他にも匂いがあと2つぐらいあるんだけど、めちゃくちゃおすすめ。俺はちょっとこれがなんか最初はねちょっとほんのり爽やかなムスクの香りなんだけど、少しずつなんか時間が経つにつれて重たくなってきて、でちょっとなんか大人なダンディーな香りになってくるんだよね、夜になったら。なんかすごい不思議な香水。この蓋がすごくて、そう、ここにね磁石がついてるのめっちゃかっこよくない？初めてこの香水の蓋の種類見ました。香水とか後で紹介しようと思ったんだけど、ドルセイの香水です。はい、ということで続きまして韓国のブランドなんですけど、大阪に行った時に紹介したこちらです。カーリーンの日本限定のカラーのバッグですね。僕もうこれちょっと昨日も使ったからまだ荷物入ったままなんだけど、コジーバッグ、このバッグがあるんだけど、それの最近出た、今月日本限定のペイズリー柄のコジーバッグですね。で大きさがねちょっとね大きめの方で、こっちはミニサイズで、こっちが中ぐらいのサイズなんだけど、この柄はねちょっと夏やっぱり白 T と合わせるとすごい海とか行った時とかめちゃめちゃなんか夏っぽさが出せるなと思って、この色とプラスアルファこのペイズリー柄がすごい夏っぽさを演出できるなと思って。で大阪の Vlog でも紹介したんだけど、ここに絞りがついてて、こうやって絞ってあげることで、ここの紐はね自分で適当にこう結んであげて、ウエストポーチとして使うのもすごいいいなって思いましたね。でここに大きめのジップがあるから、いろいろ物とか出し入れしやすいし、内側にも一つここに小さい内ポケットがあって、で外側にもカーリンのバッグはここにちょっと手が1個入るぐらいの、スマホとかタバコとか財布とかなんかすぐに出し入れしやすいやつがここにあるので、これすごい便利なんだよね。このさっき紹介したオレンジ色の小さいコジーバッグの方でも、このさっき紹介した小さいオレンジ色のコジーバッグの方でもついてるから、すごい愛用してます。次はその大阪に行った時に大阪の古着屋さんで購入したビビアンの T シャツですね。ちょっと着てみるんだけど、こんな感じのドクロビビアンの T シャツです。でこれいいなと思ったのがサイズ感と、あとやっぱ古着独特のこの生地のよれ方、めちゃくちゃ柔らかくてすごい薄い生地で、とにかく良かったから買っちゃいましたね。これはねもうブランシェっていう古着屋さんがあるんですけど、そこで買う時にまず入ってすぐお店見た時に、これは似合うだろうなみたいな感じで話してて、で他のも見て結局やっぱりこれ買っちゃいました。ちょっとねこのサイズ感見てもらったら分かるんだけど、すごいもう僕のジャストサイズで、これ今ヘインズのシャツ下に着てるんだけど、
ヘインズの T シャツいつも2回折りぐらいして袖折って、こっちが今2回折ってるから、まあそんぐらいの長さぐらい。だから結構ちょうどいい丈感とちょうどいい袖丈ですね。まあ夏はね、これもうデニムとかと合わせてもいいし、ショーツとかと合わせても面白いコーデができるかなって思いましたね。ビビアンを初めて買いましたね。でもめちゃめちゃなんかデザインが僕がすごい似合いそうなデザインだったので、まあ着てみたら案の定似合って買っちゃいましたね。で、ちょっと細かいけど、ここのドクロのペイントの刃が、ここだけ金歯なんだけど、ちゃんとラメ加工がされてあって、ユニークで面白いなって思って。まあ後ろは何にもないね。こんな感じなんだけど、これもね、緑じゃないんだけど、ちょっと暗めの緑って感じですね。すごいかっこいいです。これが、まあ大阪2つでした。まあちょっとずつ夏物になってるかな。最初にオールシーズン使えるようなやつを紹介したから。で、次はまあ3連発でいこうかな。こちらです。でれん。カモフラダブルなんですけど、韓国のブランドでオープンヤードっていうブランドです。この T シャツとこのショーツめちゃめちゃTikTok とかインスタですごい質問もらってたから、迷彩とかすごい夏使えるからおすすめで、意外とね、安かったんだよね、確か。7000円ぐらいだったかな。T シャツ。で、こんな感じのね、星のグラフィックの中に星の鴨柄が入ってて、結構ポップな感じの T シャツなんだけど、これ、下もカモのショートパンツで、こっちのショートパンツは、ここにジップが二重になってて、実際にちゃんと2つポケットがあって、この2層になってるんだけど、ここの下の部分は、マジックテープの方からも入れるみたいな面白い構造になってて、まあ、結構機能的で、こっちは片方一つなんだけど、こっちもマジックテープからも入れるみたいな。右側に一つついてて、左側に二つポケットがついてます。これもね、履いた感じすごい可愛かったんだよね。で、ここのポケットのところに、ちょっとまあ見えにくいけど、Y っていう刺繍がある。OY の Y。これはね、ちょっとセットで使うのがすごい良かった。個人的には。めちゃめちゃ。で、先月かな紹介したベイプの鴨柄のバッグと合わせて撮ったコーデもあるので、まあそれも載せとこうかな。まあ、これね、T シャツのサイズ感間違えて、これ M サイズちょっとね、大きめだから、もし、ちょっと気になって買う人がいたら、まあ多分メンズでも S サイズぐらいがいいかなと思います。まあ全然大きくはないんだけど、ちょっとなんかゆとりがある感じだから、まあ今の気分的にはね、もう少しさっきのビビアンの T シャツとかも、ここのタイトな感じだったから、このぐらいの袖感がいいなと思って、このぐらい。まあ、ちょっとまくったりとかして使うと思う。で、もう一つがこれなんですけど、これね、駒沢フリマの動画で着てったんだけど、なんて言うんだろうな、これ、ストライプのロン T にフーディーがついたみたいな。ここにリブがあって首周りに。これがなかったら、もうロン T なんだけど、だからなんか作りはフーディーではないんだよね。ロン T にフードつけたみたいなデザインのフーディーで、結構なんかレイヤードとかで使えるし、あと、すごい、生地が薄めで、フーディーほど、分厚くなくて、もうほんとロン T の生地感なので、まあ、さらっと着れるから、まあ、今みたいな、ちょうど春の時期とか、少し外に行って、で、暑くなったら脱いで、これ腰回りに巻いたりとか、肩に結んだりとか、まあ、こういう薄くて柔らかい素材だからこそ、使える使い方があるので、まあ今の春の時期とかすごいおすすめです。で、まあこの上にさっきのちょっと今逆になってるけど、この白 T とか T シャツとかでレイヤードしてあげてもすごい可愛いのでおすすめです。で、このブランドはもう一つあったけど、レザーベルトです。これも OY って書いてあるけど、黒の細めのレザーベルトを持ってなかったから、これ最近すごい使ってますね。僕が持ってるベルトは、キスのスタッツのベルトとかがインパクトがあって気に入ってるんだけど、ちょっと細めで少し綺麗な感じのベルトは今まで使ってなかったので、こんな感じ。ちょっとウエスタンチックなスタッツとこの石がついてるやつ。結構細めのベルトでめちゃめちゃ使いやすいです。結構ね、ベルトはやっぱね、ファッションによって変えたりするから、特に夏、白 T 1枚に、まあ、ベルトをタックインして使ったりとか、ちょっとね、小物とかで、遊んであげるのがすごい大事だから、ベルトは何種類か持っておいた方がいいと思う。はい。で、次は、こちらです。でれん。駒沢フリマで購入した数々です。これ全部で1500円で買えたんだけど、この、ラブトキシックのキャップと、これほんと可愛いよね。これ100円と、このポロの。これちょっと夏使うの楽しみ。ちょっとカジュアルな感じで合わせて、アメリカンボーイみたいな感じで合わせるのがすごい
楽しみな160サイズだからちょっとピチッと着れるのもいいかな。で、あとブランドがわかんないんだけど、ニット、この2色セットです。ニットこっちを買ったらなぜかこっちがついてきて、こういうね薄めのニットとか最近なんかベストってさ、夏使える時期少ねえと思ってたんだけど、このニットねすごい薄いから本当に色を追加したいだけで使えるなと思って買いました。ちょっとこんな感じで、今のこの上に羽織っても可愛いし、ちょっとシュプリームっぽくストリートで可愛く落とし込めるなと思って。いや、このね、白 T にこの遊び心が追加できるのがめちゃめちゃいいなって思いましたね。こんな感じ。で、あと、そうだ、ポーチだ。昨日フリマに行ってきて持って行ったんだけど、カバンの中に入れたまま使うの忘れてたんだよね。そう、このイースターだっけ？韓国のキャラクターのポーチです。めちゃめちゃギャルポーチなんだけど、駒沢のフリマでこれも買ったというか、ほぼ譲っていただいたみたいな感じなんだけど、フリマってさ、小銭とか千円札とか軽めの現金があった方がすごい回りやすいから、僕結構フリマ好きだからこれフリマ用に買いました。で、だからベルトループとかバッグとかにつけといたらすぐささっと出せるから買っちゃったで、フリマのアイテムとしてはこんな感じです。あと何があるかな。そうだ。大阪行く前日に結構荷物を手軽にしたくて、今使ってるような三脚とかは持って行きたくなかったから、僕がいつも紹介してた磁石でくっつくマグセーフスタンドがあって、それがめちゃめちゃおすすめって言ってたんだけど、僕なくしちゃってて、だから追加で購入しました。で、追加で購入したんだけど、その購入した後になんか2日後ぐらいに出てきて大阪から帰ってきたらデニムに入ってたのかな。あるあるな出方、なんかリップケースみたいに出てきた。そんぐらいコンパクトなんだけどめちゃめちゃ使えるやつがあって、どっか行かないようにここの今いつも使ってる丸デスクがあるんだけど、そこのここにくっつけてて、下側が鉄になってるから、そう、これで追加で購入したのがこっちなんだけど、昔使ってた方、初代がこっち。少し軽くなりました。で、こういう感じでリングとしても使えるし、スタンドとしても使えるし、こうやったら縦置きもできるし、プラスここのマグセーフでくっついて、でこっち側にも磁石がついてるから、鉄の柱とか自販機だったりとかフェンスだったりとか、磁石がくっつくとこだったらどこでもくっつきます。だから冷蔵庫とかにくっつけたりとか、お風呂場に壁が磁石な人はお風呂場につけてこうやって見たりとか、もう本当にめちゃくちゃ便利で、すぐ取って外せるのが超便利。だから僕はもう三脚とかを持っていきたくないときはこれを持っていって、動画とか撮るときはちょっと周りでくっつきそうなとこ探してこうやってくっつけて、でもう高さもさ、三脚は限界あるけど、これはもう鉄が上にあればいくらでも高さつけれるから、普通に YouTube とかしてなくてもみんなで TikTok 撮ったりとか、ちょっと離れた場所に置いて壁につけて全員が入る集合写真撮ったりとかにも使えるから、すごいおすすめ。一人で使う分にもめちゃめちゃ重宝しますね。こうやってリングにもなるしスタンドにもなる。この2つだけでも重宝できる。ちょっと2000円ぐらいで少しお高めなんだけど、めちゃくちゃそんぐらいの価値あります。去年ぐらいに買ったんだけど、新しい方は鉄がちょっと軽くなってて、結構持ってわかるぐらいに軽いから、僕はこっちの方が好きなんだけど、でも磁石の強度はめちゃめちゃこっちの方が強いけど、最近はこっちが軽いから嬉しいアップデートでした。てかファッションまだあったわ。こちらですね。でれん。ビヨンドザバインズのシャツです。これもね、パルコのポップアップに遊びに行った時にいただいたんだけど、これめちゃめちゃサイズ感が超いい。あと黄色のシャツとか持ってなかったからすごいいいですね。ビヨンドザバインズはバッグがメインのブランドなんだけど、今ポップアップまだしてんのかな。こんな感じの色味、黄色の色味のシャツで、丈感はもうほぼ腰よりちょい下ぐらいの少し短めの丈感なんだけど、めちゃめちゃいい色で、なおかつこういうビヨンドザバインズっぽいこの青色のステッチとかロゴとか、あとここで多分ペンケース、こんな感じの少しなんかユニークでキャッチーなブランドです。ビヨンドザバインズはシンガポールのブランドなんですけど、可愛いアイテムがすごい多いから、ちょっと見た感じ、こんな感じのアイテムとか好きな人はすごいおすすめで、次もすごい可愛いアイテムなんだけど、それがこちらです。でれん。マリメッコのニットですね。この上から着て撮ったコーデがあるから、ちょっとそれ載せとくんだけど、
すごい可愛く使える。まあ今からちょっと夏だからもう着れないけど、最近こういう赤色とかオレンジとか、なんか暖色系すごい似合うなって自分で気づいたんだよね。そう、こんな感じの色味。めっちゃ可愛いよね。まあ、マリメッコはフィンランドのブランドです。すごいな。今回の動画多国籍だ。もう1時間ぐらい経ってるから、ちょっと急ぎで紹介するんだけど、残りは美容かな。でも結構もう見た方がいいよ。マジでおすすめだから。一つ目はこちらですね。でれん。はい。縄跳びです。まあポッドキャストとか聞いてくれてる人は知ってるけど、僕は最近縄跳びを始めて、めちゃめちゃ体もなんか良くなったし、眠気が襲ってくることが減りましたね。めちゃめちゃ健康的な生活を送ってます。ちょっとささっと紹介します。縄跳び始めた方がいいよ。縄跳びってね、ほんと短時間でめちゃめちゃ体全体を使う運動らしくて、すごいカロリー消費が高いらしい。でもちょっと続くか分かんなかったから、最初100均で買ったんだけど、この細いおもちゃっぽい縄跳び。まあ1週間ぐらい続けてみて、意外と続くわと思って、1日20分ぐらいしてるんだけど、これね、もう太さが2、3倍ぐらいあるんだけど、重さもそんぐらいあって、こっちにするだけでね、めっちゃ引っかかる回数も減ったし、飛びやすくなって、で、あと、ちょっと重たいから、ここら辺の筋肉もちょっと鍛えられてる気もする。まあ今のも美容っちゃ美容だよね。健康。で、もう一つの美容がこれ。無印の日焼け止め。これめちゃめちゃおすすめ。僕肌弱い方だから、日焼け止めはいいやつを使ってたんだけど、そこにちょっと残ってるんだけど、AS リズムみたいな、赤色の。まあ多分みんな知ってると思うけど、こんな感じのやつ使ってたんだけど、本当に、これって、量が 70ml で2000何百円みたいな。顔につけるのはすごい馴染むし、肌も荒れにくいから、結構愛用してたんだけど、まあ本当顔だけに使ってて、もうもったいないから。でも、こっちがなんか新しく無印が出たっていうのを見て、で、これがウォータープルーフタイプで日焼け止めミルクで、アルコールが入ってなくて、無添加無着色らしくて、すごい肌に優しい。で、本当に優しくて、めちゃめちゃ肌も落としやすいし、なおかつ、ちょっとね、色が白くて、肌のトーンもなんか一つぐらい上がるかなっていう感じの色味なんだけど、一個弱点があるとしたら、オイリーな肌質になるから、これつけて、僕1日1回しかつけないんだけど、昼とか朝につけたら、夕方ぐらいにちょっと顔がベタついてるから、本当に対策したい人は多分パウダーとか塗ったらいいのかな。でもそこまでできないから、僕はこうやってティッシュで拭いたりとか、あと油取り紙とかもあったらいいと思う。でもこの日焼け止めはおすすめ。で、これで、さっきのやつの倍ぐらいあるんだけど、150ml 入ってて、1500円。だから、さっきのやつの量だったら、これ、4000何百円か5000円ぐらいって考えたら、これ1500円やばいなと思って。総合的にはこっちの方がいいけど、俺はこっちでも全然いいと思った。おすすめです。コスパマジでいいと思う。全然美容じゃないけど、ラスト、これですね。最近このお花をあそこに置いてるんだけど、先月ぐらいかな、なんかイベント行った時にお花をもらうことが多くなって、で、最近朝すごい縄跳びとかしたり、ちょっと健康的な生活を送ってるから、朝の水やりとかなんか規則正しい生活してるから、水変えたりするのも全然苦じゃなくて。で、ちょっと試しに、このちっちゃい草を2つ買ってみました。こっちがテーブルヤシっていう種類で、可愛いっしょ。で、こっちがカボックっていう名前のやつなんだけど、これ結構ね、でかくなるの早いらしい。先週ぐらいに買ったばっかりなんだけど、マジで関係ないね。もうこれ、買いました。はい、こんな感じでした。5月、もう1時間以上経ってるな。うわー、編集大変だ。まあいいや、頑張る。次、1万人を目指して頑張ってるので、ここまで見てくれた方は、ぜひ、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。で、コメントも全部読んで返してるので、もしよかったらコメントもしてくださると頑張れる活動源になります、僕の。今月はね、フリマの準備とかすごいいろいろたくさん楽しみが多いので、次、多分7月フリマをすることになると思うので、皆さんぜひ遊びに来てください。ということで、最後まで見ていただいてありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。なっすいでした。バイバイ。